皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のフリーアナウンサー川島のり子です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今週はオリンピックと日本の新しい関係を考えてみようということで、はい。3回連続でやってるんですが、今日は、ロサンゼルスオリンピック、はい。ロサンゼルスオリンピックとなると開会宣言をトランプ大統領がやると、そのトランプ大統領がトランスジェンダーの選手なんかはいないというん、う大統領令ですね。はい。それに署名しまして、人間には、男性と女性しかいないんだと言ったんですけれども、オリンピックの中で東京オリンピックでトランスジェンダー、要するに生まれた時は、男性だったけども、その後女性になったとか、まあ逆うん、のケースもあるんですけれども、そういう選手、東京オリンピックの時に、川島さん何人ぐらい出はい。たかご存知ですか？出場したの。またすごい何人これだろう。は難問です。難問ですね。えーなんか私もこれ知らないんですけども本当ね、ですか？ちょっと調べてみたら、ヒントはね、はい。ヒント言いましょうか。はい。史上最多のアウトアスリート参加が出たのがパリオリンピックで、はい。それが200名近かったんです。おー、200名それがうん。最多。はい。って言われとてます。いうことは、でも、最多がそれだ。150人ぐらい。いや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 、えやっぱり世の中はね、もう急激に変わってますね。ああ東京オリンピックの時、私の調べたんでは13人だったとー。いう。ええそれがパリになると200人になったと、今、どういうことですか、今それは。回も、はい。ゲストの方に、春日良一さん来てはい。いただいてヒントいただますが、きました。春日さん、ありがとうございます。これ東京オリンピックなんかでもね、テーマの中に多様性と協調というようなことも入ってまして、多様性というのはオリンピックの、まあ一つの柱のようになっているところで、その多様性をまるで頭から否定するような、トランプ大統領の男と女しかいないんだということを言ったわけですけれども、これでオリンピック、ロサンゼルスオリンピックは可能なんですかね？春日さんどうですか？私はそのロサンゼルスオリンピックについては結構不安があって、そのええ。一つがこのトランスジェンダーのアスリート問題です。それからはいもうはい。一つはネーミングライツっていう会場命名権をロスからマーケティングに入れるっていうのがあって、これで今おー。までのオリンピックマーケティングが守ってきた牙城が崩れるっていうのもちょっと不安です。で、その方ちょっと聞きたいですけれども、それはネーミングライツ、例えばは水泳のプールに誰々って、どこどこプールって、例えばですけれども、マクはい。ドナルドスープとか、プールであるとかっていう名前がつくわけですかね？つくのを OK にするってことで、実際もうそのホンダっうん。ていはい。うスタジアムがあるんですけど、それはい。は了承の方向に行ってるようですし、おー。そういういわゆる新しい命名権っていうのを開放するっていう戦略で、はい。1980年のロスもそうだったんですけはい、ど、そう民ですね。間資金だけで公的資金は一切使わないでやってみせるよ。そのためにはネーミングライツが必要だよっていうことで、組織委員会の会長をえばっていっております。なですが、るほど。これはそのオリンピック憲章が守っていたそのオリンピック期間とオリンピックのエリアですね、会場にはい。おいては、いわゆる商業主義は排除されなきゃいけないっていうのがありまして、だからうん。看板とか全部取らなきゃいけないわけですね。はい。ですから、例えば2020年東京オリンピックの時になぜ東京ドームでできなかったかっていうと、あそこにうん。看板がめちゃくちゃついてて、店舗がいっぱいあって、それそう。を全部保証するってことになったら、莫大なお金がかかるからできなかったっていう事情があります。だからああ、なるほど。そういうことは今度できるって話なんで、うそうするとおん。金は集まりますけども、果たしてそれで例えばそのオリンピックを見てる人がどううん。思うかっていう。そこで純粋にオリンピックを見れる機会が失われるんではないかという心配がなるほど。あります。
はい。1984年のロサンゼルスオリンピックで商業化が始まったということがよく言われていて、これは政治から独立するためには資金も必要だというところで、ピーター・イベロスというその組織委員会の会長が思い切って英断を下したわけですよね。今度のロサンゼルスオリンピックでもう一つその枠を広げようということになるわけ。そうですね。だから、ビューポイントを変えて、そこも、会場も開放しようっていうか、会場も商業主義化しようということだとなるほど。思います。まあ、ちょっと、補足すると、1984年、ピーター・エベルスがロサンゼルスオリンピックを民間資本でやるように、マーケティングで成功したわけですけども、まあ、それを見て、時の IOC サマランチ会長は、それからオリンピックマーケティングを始めて、で、はい。それは、まあ、玉木さんおっしゃったように、政治から、まあ、モスクワオリンピックが痛い目にあったような政治に干渉されないだけの経済力をつけようということですよね。で、それうで、ソウん。ルオリンピックから、そのオリンピックマーケティングが実現するって形になりますから、なるほそういうことで、今回はロスの、やり方を、まあ、IOC も引いてみてる感じなんで、IOC が文句は言ってど。ないんですよ、ここも。なるだから、まあ、ほどね。多分そこで OPC と IOC はい。の取りとかもあったと思いますけど、まあ、うん。それはちょっと私なりの視点からは批判していきたいなっていうところ、っていうか、まあ、実際にどうするのかね。まあ、うちょっとん。もっとそのメディア、テレビに詳しい方の話だと、そのテレビの放映におけるその細かい規定の中で、そはい。の露出できない、はい。いわゆる企業名とか露出できないようなはい。制限があるらしくてですね。で、うん。それによって、なんとか抑えられる可能性はあるかもしれませんけれどうん。も、ただ、まもう、そあ、このうん。会場に行った人は、あ、これはホンダの会場だと思わあざるを得ない。あ。まあ、私、これ想像だけで喋るんですけれども、アメリカのメジャーリーグの野球場を見ていたら、日本の中継だけに入る宣伝とかありますよね。うん、うん、ピッチャーうん。の後ろから映している、はい。バッターの奥にあある、あ、うん、ところの下に入るのに、なぜかに日本の企うん。業の、漢字の名前が入ってたりすると、あれははい。現場にはないけれども、日本の中継だけやってる。そういう方法あも出るかもしれないっていうような感じですか？そのテレビとの関係について、ちょっと私はそこまで突っ込めてなういんですけん。ど、もうそれうん。をやったらおしまいよとは思います、オなるリンピック。ほどね。なるほん。どね。まあ、その問題が一つ心配なのがあって、で、はい。もう一つうん。の問題がそのトランスジェンダーの問題。はい、そこれうですね。先ほど言われましたけど、パリ大会では200人ものトランスジェンダーのご選手。めんなさい。私の説明がはい。ありました。トランスジェンダーというよりも、アウトカミング。だから私はゲイですよとか、レズはい。ビアンですよとうん。か、そういうふうに、はい。発言した方が、LGBTQ、はい。はい。LGBTQ プラス BTQ の方が、が、うん、はい。200名近かっはい。たっていう。だかうん。ら、まあ、いわゆるそういうLGBTQ の団体の方とかはい。は、まあ、ロスはもっと進んで、もうまそうさに、ですね。みんながですね、はい。LGBTQ の人も楽しめる大会になるっていうことを言ってたんだけど、トランうん。プになった途端に逆になるという、そういう現象が起きてるという。ああ、なるほどね。これはどうなんですかね。トランプ大統領が IOC に対して、俺の言う通りしろなんていうことは言えるわけなんですかね。いや、これはみんな言えると思ってると思いますよ、世間の人はね、トランプじゃ、まあ、トラトランンプだかプだから。らっていう。はい。だけど、これは絶対、オリンピック運動にとっては引けないところなんですね。はい。つまり、はい。オリンピック競技大会っていうのは IOC の独占的な、ものでございまして、で、こうん、うれにつん。いては政治も経済も、まあ、言ってみれば宗教も何もかも支配できないよっていうことが、まあ、そのスポーツで平和を作るための仕掛けなわけですから、はい。ここは絶対守らなきゃいけない牙城なんでうん。すね。だから、その時に、まあ、トランプが、まあ、大統領になる前にこれ、公表してたんですけど、はい。まあ、2月でしたかね、いわゆる大統領でその後署名しますけど、はい。僕と女しかいないよ。だから、そういう、スポーツ団体でトランスジェンダーの女子選手が女子種目に出たら、そこの、団体は全部補助金もカットするよっていうあのを実あ。際にやってまして、だうからペンシルベん。ニア大学なんかは、驚いたんだけど、1億7500万ドルも、
資金援助されてるんですね、政府から。おー、はいはいはい。それをだから、トランスジェンカット。ダー、カットされてたんですよ。で、それが7あ月1日にペンシルベニア大学が翻って、あ、はもう、い。トランプのことを受け入れたら、それがなるほど。戻ってくると。まあ、うここで一つのーん。驚きは、それだけの金を一大学にアメリカうん。政府が出してるってことですね。まあ、どれだけスあポーツを大事にしてるかってことなんですけど、その部あ、分もえそうだけど、それほどだからトランプがやってることが結構ですね、アメリカの世界を支配してきてましえ、はて、い。ちょっと話前後しちゃいましたけど、USOPC ってアメリカのオリンピック委員会もはい。7月21日にちにこのトランプの今まで黙ってたんですけど、この、トランスジェンダーアスリート、はい。トランスジェンダー女子が女子種目に出るっていうことについてのことをトランプの、方になびいちゃってですね、トランプのことをうん。支持するって方向になったんですね。うん。これは大おー、きいことです。だから、アメリカンオリンピック委員会はその方向で行きようってこと、いわゆるサラ・ハーシュランドっていう CEO とジーン・はい。タイクスという会長がいるんですが、彼らが、そういう規定をですね、発表したということが出おー。てきましたんで、これは結構大きなことになると思いでも、ます。それは、USOPC、要するにアメリカオリンピック・パラリンピック委員会の決定が IOC と対立することになるわけなんじゃないですか？そうですね。そういうことでになります。すよね。はい。だから、IOC とうん、対立したら、いや、USOPC のうん。選手たちが出られなくなるとか、そういうことになっていくんじゃないですか？ここはちょっと複雑なんですけど、本当に話前後して申し訳ありませんええ。が、IOC が決めることですから、うん。IOC に参加できる役員、選手の参加資格規定っていうのは IOC が持ってて、で、はい。IOC がアクレディテーション、資格認うん。定した人しか入れません。はい。うん。で、その資格認定した人は全部開催国は受け入れなければいけませんっいけない。て規定。はい。だから、それで、IOC が例えばトランスジェンダーのアスリートは OK って出した場合には、うん。それをアメリカは受け入れなきゃいけないんですね。はい。本来だったら。で、うん。ところが、そのトランプの大統領では、人間は男と女しかいません。うん。トランスジェンダーの女子選手は存在しませんから、それうん。を国土安全保障省の方にも厳しく取り締まれと。で、うん。車掌と車掌を発給するビザ発給することはい。も、入国もちゃんと厳しく取り締まる、審査厳格化っていうことを要求したってなってますので、だから、おー。それをオリンピックの開催期間も適用するということになったら、もうはい。最悪、IOC はそのオリンピック競技大会をロスから取り上げるっていうことをしなきゃならなくなります。うだかーら、そこまでん。の危機感を持っていると思うんですけども、そういう中うん。で、IOC は IOC でトランスジェンダーの女子選手が女子種目に参加することは、是か非かっていう問題は、スポーツ界全体で論じられることなので、それはい。を今までは IOC はそれぞれ競技選手を持っている国はい。際競技連盟に全部預けてたわけですね。うん。うで、それん。を今度の新しいコベントリーっていう女性会長41歳は、はい。それを IOC が主導して、ちゃんと基本的なことを決めようよって方向に言ってきて、なるほど。で、この、9月に入ってですね、作業部会っていうんですか、ワーキングうん。グループを作って、いろいろ作ったんですけど、その中の一うん。つにこのトランスジェンダーの問題を検討する分科会、作業部会ができた。はい。で、このメンバーについては、公開が好きな玉木さんには申し訳ないんですけども、いやいやいや。はい。これはすごくインテグリティって言って、そはい。の部分の、問題があるので、その人たちを守るために、その徹底的な議論をするために、委員が誰かは教えないでやっていこうとしています。おー。で、一方で、もうパリオリンピックの前からこの問題はあったので、は IOC がい。資金を投じてですね、各 IF にとかですね、調はい。査機関、それぞれ、はい。競技特性がありますから、でそれはい。ぞれで、どんな差があるのだという、はい。いわゆる、性別の人権という問題と、はい。スポーツの、公平性ですよね。はい。今、男女種目と女子種目があるのもそのはい。公平性のためなんですけど、それについてどういうふうに数字的に科学的にうん。
証明できるかっていうのをはい。調査しうんてもらってるんですよはい、ね。はい、で、はい。そういう調査を受けたいろんなことを考えた結果、こういう方針にしますよっていうのを、この作業部会に出すことになりました。なるほどね。そこまで来てます。だからそなるほど。れとトランプのやってることがもうマッチしなかったら IOC とトランプのバトルになるというようになりますね。うん。なんかトランスジェンダーの選手といいますか、人は、まあ、生まれた時から男性として育って、うん。それで思春期を超えて、うん。性的、性同一性障害であると自分が分かって、女性に変わったというトランスジェンダーの人については、やっぱり筋力は普通の女の人よりも上だけれども、おー跳躍力とか、それから肺の能力、肺活量とかですね。それからうん。循環器系では決して上回っているとは言えない。むしろ下回っていると。まあ、いろんなええ。データが出ているということがあって、一律してトランスジェンダーは禁止だとかっていうのは良くないというようん。うな結論が一般的には出ているというふうに聞くんですけれども、今、玉木さんがおっしゃったのは、IOC の資金で行ったはい。いわゆる調査研究ですね。調査ですね。そのはい。結果なんですけども、英国のブライトン大学っていうところはい。でやったんですけど、そのヤニス・ピツラスティネスっていうまあ、IOC のメディカル委員会に入った男なんですねが、これが主導してやって、その結果、今おっしゃった通りです。だから、まあ、我々はなぜトランスジェンダーの女子が女子種目に入ってきて不公平かと思うっていうのは、その男性の方が女性において、その全ての競技で優位だっていう考うえ、はい、もうん。はい、ステレオはい。タイプの考えがあるからだけど、実際科学的にやってみたら、そうでもないそうよって例でもないで、はい、が出てきて、へそれが今おっしゃっえ。たことでもあるし、まうん、あ、卑近な例で言うと、トレイルランニングってあるんですけうん。ど、オリンピック種目ではございませんが、そのはい、例えばエベレストとか、そういうの、はい。はい。100キロも200キロもずっと走る、走ってる。はい。うん。あれで世界一になったのは女性のが多かったりするってへいう結果もあったりするわけですね。おー、だから必ずしもそういうのが今まで思ってたことがその通りに科学的ではないよっうていうこともん、出てきてるので、だから一はい、概にそうやって判断する、今までの考え判断するのは間違ってるかもしれませんねっていううん、ことだとうん。思う。で、そこの客観性を追求していかないと、一方でそういうトランスジェンダーの女子の方で、スポーツやるっていう、やりたい、楽しはい、みたい権利を、なくすことに、権利って、うまあ、ん。はい、そういう状態を作ってあげなきゃいけないから、そういうなるほど。観点から言うと、一方的に禁止ってすぐに決めるのはおかしいんじゃないっていうところには今いるんですよね。なるほどね。うん。まあ、今後どのように変わっていくか、それはちょっと私も予測がつかないところもあるんですけれども、それではい。思い出されるのは、1936年のベルリン大会で、そのユうん。ダヤ人差別で、その街にユダヤ人を排除しようという広告があったのを外せということを言ったりした IOC の人がですね、要するに、ここは オリンピックの期間中は IOC の場所なんだから、うん。IOC の言うことを聞いてくれと言って、ナチスうん。も、指導したというようなことがあるというふうに私聞いたんですけれども、それとはい。同じ論法でいくならば、ロサンゼルス大会も、トランプ何言ってるんだと、ここは IOC のやる場所だぞ、うん。IOC の言う通りしろというので、決うん。まっていくのが原則と考えていいわけですか。そうですね。うん。まあ、玉木さん今おっしゃったのは、そのベルリンの時もそうだし、ベルリンオリンピックの、時は、冬季が、ああったんですね。やっぱりドイツで。その立て看板に犬とユダヤ人は入るなって犬と、はい。取らしたと。それはオトゥールって会長が言うん。っても、まあ、ヒトラーは、ここはドイツなんだと。はい。だからドイツの法律に支配されるんだって言ったら、おっしゃね。ったように、この会場と、うん。うん。そしてこの期間はオリンピックのうん。ものだから、オリンピックのルールでなければやらない、できなうん。いんだよってう言って、ん。しょうがなく看板取ったといういきなるさつがあります。で、これと同じような状況がロサンゼルスで起きる可能性があるうん。ということだとうん。思うし、その時に IOC がひるんではどうしようもなくなりますから、はい。はい。ここは
頑張るしかないんだと思いますね。そうですうね。いやん。川島さはい。ん、ご存知でした？今、いや、ロサンゼもう ルスのもん。ねえ、でもこんなこと今本当にね、トランプ大統領はなぜそこをね、今このアメリカなんて日本よりももっと理解が私は、深まっている方たちが多いのかなと思ってたんですね。そういやいいう、やいや。ねえ、でも、いやいやいや。そんなでもないんだなっていうことを聞くと、このね、エピソード2のトランスジェンダー視点のトランプ大統領で、ロスオリンピック開催可能かっていうこのテーマに対して、ね可能なんですかって聞きたくなっちゃいもうますよね、そうそうそう本当に。そうそう。私も可能なんですかとういうふうにん。思ったから、はい。それこそ春日さんに来ていただいうん。て、話をぶつけさせていただいたといやいう感じでございー、ます。ちょっ実際これは、と、すいません、はい。会場のロスの雰はい。囲気はもう民主的じゃないですか、非常うーに。はい。ん。だから、民主党ですから。うーだからん。そこのなんか、まあおっしゃるように、川島さんおっしゃるように、はい。だから結構、まあ、半々で、やっぱりいうん。ろんな意見の人がいるな、まあう多様性があん。るなっていう感じはいたしますけど、このスうポーツが決ん。めたことを政治が支配できるうん。よって思ってると思うんだけど、トランうん。プは。だからそはい。れは違うよってことを言うわなきゃいけん。ないんだけど、そうですよ私がね。もうちょっと疑問に思ったっていうか、問題と思ったのは、大統領令が出ました。うん。だはい。からこれに従わなきゃいけないよって言ったときに、うん。どこのメディアも、誰も、どこのうん。評論家も、それはトランプがうん。言えることじゃねえよってういうのをん。うん。言わ誰もなきゃいけない。言わない。なるほど。誰も言っていない。オリンピズムから。だからそれを誰も言わないっていうのが問題だあと。あ、あ、ね。で、そこんと、そういう考えがないと、これはい。押されちゃいますからね。だからそこが大事だなと思います。ねえ、だからこのね、既存のメディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を玉木さんが取り上げていらっしゃるということですよね。そうです。そはい。の通りでございます。いや、今日はい。はもう春日さんの講義、大変ありがとうございました。本当に。いやー、ありがとうございました。あともう一回、はい。今度は第三回目はもっと大きな問題、はい。ガザ問題、ウクライナ問題、それから、それこそ、地球温暖化の問題で、うん。オリンピックなんて本当できるのっていうようなところまで広げてやりたいと思いますんで、春はい。日さん、もう一回よろしくお願いしますね。うん。よろしくお願いします。今日はありありがとうがとうございまございます。した。ご覧いただきましてありがとうございました。